国際交流基金日米センターの山本です。日米センターオンラインセミナーシリーズ、今アメリカを考える、アメリカと考えるをご覧いただきありがとうございます。日米センターは1991年からこれまで約30年にわたり、日米両国の共同による世界への貢献、そして日米関係の緊密化という2つの大きな目的のもとで事業を実施してきました。例えば専門家や研究者、あるいは地域社会のリーダーや市民団体で活動されている人々、そして教師や学生、若者などさまざまなバックグラウンドを持つ人々が実際にお互いを訪問し、研究や対話、共同作業などを通じて相互理解を深める事業を展開しています。今年に入ってからは新型コロナの影響で日米間で人が実際に往来することが難しくなっていますが、こうしてインターネットのおかげで遠く離れた場所にいてもつながり合うことができる。それは交流事業を継続していくためにとてもありがたいことだと思っています。日米センターの事業を通じて政治や経済、社会問題といったニュースで大きく取り上げられる話題の他にも、アメリカにはなかなか興味深く、時に考えさせられるテーマがいくつもあるということを私たちは知りました。このオンラインセミナーシリーズでは、そんな中から皆様にもぜひ知っていただきたい、目を向けてもらいたいと思うような話題をいくつか取り上げてまいります。皆様がアメリカを身近に感じ、そして日米関係を新たな目線で考えられる、そんなきっかけにしていただければ嬉しいです。さて、第1回はアメリカにいながら日本文化を直接体験できるとてもユニークな場所の運営に携わってこられたお二人の話をお伺いします。本物の日本庭園や京都の町屋がアメリカの地方に存在することの意味、アメリカの普通の人々が本物の日本庭園や京都の町屋に感じる魅力、長年のご経験を通じた苦労話やこぼれ話なども交えた興味深いお話をお聞きいただけると思います。それではどうぞプログラムをお楽しみください。それでは早速本日の第1部に入っていきたいと思います。まずお届けするのはアメリカ西海岸のオレゴン州にあるポートランド日本庭園からチーフキュレーター内山貞文さんへのインタビューですが、その前にまずはポートランド日本庭園について庭園の一日を追った映像でご紹介したいと思います。
それではインタビューに移りたいと思います。ポートランド日本庭園のチーフキュレーター内山貞文さんは福岡県のご出身で、タンザニアやイエメンで公園開発や植林指導に携わった後、1988年にアメリカに渡り、イリノイ大学にて造園学士号および修士号を取得されました。2008年よりポートランド日本庭園の初代ガーデンキュレーターとして現在に至るまで日本庭園の継承と進化に努めておられます。それではまず、なぜここポートランドの地にこのような本格的な日本庭園が作られることになったのか、お聞かせください。そうですね、アメリカ、海外に日本庭園がですね輸出されるっていうか紹介されたのはもう明治の中頃に遡るんですけども、俗に言う大博覧会ですね、国際博覧会の場で日本文化を紹介する一端として建物とか庭園が作られたと。大体それが一番最初に紹介された分ですけども、その後にですね一番最近というか一番多いのは姉妹都市ですね。アメリカと日本第二次世界大戦の後国交の正常化に向けて姉妹都市がたくさんできました。でポートランドの日本庭園っていうのはそれがきっかけで、多分アメリカでですね2番目か3番目に古いその姉妹都市ベースで作られた日本庭園です。で一番古いのは私の知るところではシアトルですかね。1955年まで遡りますから終戦からわずか10年なんですね。ですから非常に日本とアメリカは国交を正常化しよう、それも草の根のレベルでですね、それは非常に熱心に行われたみたいで、その印として日本庭園が作られるわけですね。ですからポートランドの場合は1960年58年ぐらいですかね、それがスタートになってます。ありがとうございます。1967年に開園し、2017年に大規模なリニューアル工事を行うなど、50年経った今でもかなり活発に投資が行われていますが、ポートランドの人々にとって日本庭園はどのような存在なのでしょうか。またその価値というものは時代とともに変化しているのでしょうか。そうですね、実は1967年に開園したのは一部でですね、今ある庭園の3分の1ほどの面積ですから工事は続行してたんですね、まだその時期は。で実際現在の形に完成されたのが1990年です。ですから20数年かかってるんですね、この今の状態に来るまでですね。で当初はやっぱり戦後すぐですから、実は非常にね悲しい思い出もあるんですね。ここで日本人の方、僕で9人目なんですけどもですね、ここの庭園を作りに見えた日本人の方は。で戦後すぐ10年15年ぐらいの頃はですね、やっぱり日本に対するそういう見方っていうのは必ずしもポジティブではなかった部分があるもんですから、そこからスタートしたんですね。本当に敵国の文化ですよね。で55年ですねかけてここまで来たということで、実は2015年ぐらいにはもう入園者が30万近くなってまして、で庭園が本来であれば静かな庭園がですね静かでなくなってきたんですね。でそういうことで実はその拡張のきっかけっていうのは、その静かな庭園をそのまま残しておきたいということで、その外にすぐ外に日本の京都なんかのお寺さんみたいに門前町を作ろうと。ですからこの拡張計画っていうのはその今古い庭園を静かに保つために作られた。これが一番大きい理由ですね。それといろんな文化を紹介するクラスルームとかですねギャラリーとかを併設するというのが追加でですね考えられた部分でも基本的には今ある古い庭園をそのまま静かに残そうというのがですね元々の発想です。ありがとうございます。
内山さんは福岡県のご出身で、ご実家は代々造園業を営んでおられると聞いておりますが、内山さんがアメリカに渡ったきっかけ、そして長年にわたって日本とアメリカの庭園を見てこられて、どのような違いを発見されたのでしょうか。そうですね、私は福岡久留米出身なんですけども、実はもう小さい頃からですね、庭の仕事を手伝わされてて、でもう高校生になった頃にはこれだけはやるまいと心に決めて実はそれから高校卒業してからずっと逃避行なんですね。でアメリカまで青年海外協力隊とかですね、国際協力の方で、それ建前でですね、実はひたすらその家業を継ぎたくないという一心で、二十数年してですね、一回りしてポートランドで落ち着いてるわけなんですけど、まさか海外で日本庭の仕事があるとは思ってもみませんでしたよね。ですから庭園そのものの技術とかっていうのも身についてますからですね、でも一番大きなことっていうか学んだことって言えば、やっぱりその日本庭に限らずやっぱり庭っていうものがいかにその人をつなぐ大事な場所であるかっていうのがですね、でアメリカの場合はもともと日本にある日本の大きな庭園はですね、個人の庭園が公共に開かれたっていうケースが多いんですね。ところがアメリカの場合はもともと公共の場を作るための装置として日本庭園作られてますから、スタート地点が全然違ってですね、ですから公共の日本庭園、公共の場であるっていう目で見た日本庭園っていうのが非常に大きな私としては勉強になりましたし、成果でしたよね。で日本庭園が公共の形でどういうふうな使い方されるか、どういうふうな受け止められ方をされるかっていうのは日本ではなかなかですね、これ学べないことでですね、個人的にはその部分が非常に楽しい部分であったし、また勉強になった部分ですね。ありがとうございます。庭園分野においても日米間で協力することで新たな発見が生まれそうですね。最近新しく建築家隈研吾さんのデザインで建てられたカルチュラルビレッジについて少しご紹介いただけますか。そうですね、古い方のお庭はですね、日本面積が6500坪数にしてですね、それぐらいの大きさ、そんなに大きな庭ではございませんけど、その外にですね、やっぱり同じぐらいの面積の言ってみれば丘とか山があったわけですね。でそれもその庭園の一部だったんですけど、そこを門前町としてですね作り上げたっていうのが今回のですね、そのカルチャルビレッジのスタート地点でですね、で隈研吾先生に手伝っていただいてですね、面白いんですよ。最初はおいでになって場所を見られてですね、高い丘の上にあるんですね、日本庭園は。でポートランドを見下ろすようなところにあるんですけど、そこへおいでになって、でおっしゃったことを、内山さんもうあんまりいろいろしなくていいねっておっしゃったんですね。でもともとそういう日本にある村があって、村から外れた丘の上に神社があってと、そういうふうな立地条件なんですね、ここは。ですから隈さんがおっしゃったっていうのは、もうその日本的なものが備わってるからいろいろ触る必要はないですねっていうようなことをおっしゃったんですね。ですから建物も非常に優しい建物ですね。2階建てなんですけども、屋根は全部グリーンルーフですね。草屋根ですね、日本でいう森の中に溶け込むような作り方をされています。で先ほど申しましたように基本的には既存の庭園の古い方の庭園のそのプレッシャーを抜くということは来園者数が非常に増えてましたのでですね、静かにしたいということで、ここでいろんな活動、例えばお茶を飲んだりですね、そういう活動をしていただいて、それからゆっくり庭園の方に入っていただくというような作りになってまして、古い庭の正面に広場があって、その広場を取り囲むように建物が作られているんですね。でこれもやっぱり隈先生が最後に一番印象に残っている言葉なんですけど、おっしゃったのが
建物、この建物はあくまでも庭に追従するものであって主ではありませんからとおっしゃったんですね。ですから庭が主であって新しい施設、立派なたくさん賞をいただくような建築なんですけども、それでも熊先生がおっしゃったのは、庭っていうの建物っていうのはあくまでも住であって主ではありませんからっていうことをおっしゃったのは今でもですねよく覚えています。ありがとうございます。国際交流基金日米センターでは2017年から2018年日米間の文化交流活動を支援する女性プログラムにてポートランド日本庭園の技と心プロジェクトをサポートさせていただきました。このプロジェクトについて少しご紹介いただけますか？はい、技と心、よくこれは日本ではですね庭園に限らずですね、日本の工芸を言うときに使われる言葉なんですけども、技っていうのはあって、だけどもそれを動かすその背景にあるのはその心であるっていうことでですね、結局技術も学ばなければいけないんだけども、その心どういうふうな心持ちで作る、それからどういうふうな心持ちで使っていただくようにものを作るかっていうような、そういうふうな考えに基づいてるんですけども、2014年にですね今以前は東京農大の学長なさってましたけど、今福井県立大学の学長なさってます新地磯谷先生、日本の造園家の大家なんですけどもがこちらへおいでになった時の講義の内容が技と心日本庭園のですね。で実はですからその技と心の出発点っていうのはそこにありましてですね、で実際プロトタイプとして準備テストランをしたのが2016年で、2017年18年とですね2年間その日米センターの方からご支援いただいてですね最初の2年間ですね、で結局日本庭園を教える学校っていうかセミナーなんですけども、技と心、その名の通りですね、技は教えられるんですけど心っていうのはなかなか簡単に教えられませんから、それでこのポートランドの庭園っていうものにこうどっぷり浸っていただいて、そういう環境ですね、庭園の環境、それから建物も立派な建物、それから日本の工芸、それから美術品、それから本もたくさんございますから、イマージョンですね、ここへ浸っていただいて、というのは日本からその心とか風土を持ってこれませんからですね、ここでその風土に変わるような環境を作り上げて、その中で日本庭園を勉強していただくと、そういうふうなセミナーで、非常に世界中からですね生徒さんおいでになってもう延べ100人以上の方ですね卒業されています。こうした日米間の交流を通じてどのような成果反響が得られましたか？また今後の課題や目標なども教えてください。やっぱり庭園日本の文化を紹介する、これは日本の文化に限らず異文化の交流には必ずつきものなんですけども、その言葉とか映像とかだけじゃなくてやっぱりその場所がある、うちの場合は庭園ですね、その庭園っていう場所性っていうのが非常に大きいですね。でそれはどういうことかっていうと、やっぱり庭園っていうのは、たまたまその日本庭園の形をしてるんですけども、お庭そのものっていうのは世界中にあるんですね。ですからお庭で話すこととかお庭で話す言葉のそのトーンとか内容とかっていうのはおのずと非常に優しいんですね。で日本庭園の場合特にそれプラスその非常に静かで構成がうまくできててですね、ですから人が交わる交流する場所としては一番僕はふさわしい場所だと思うんですね。庭の中で喧嘩する人いません。でいろんな難しい話とかですね、政治的に難しい話でも庭の中ではですね割と優しく話ができるような部分、これが例えば建物の中に入るとですねそういうわけにはいかないんですね。ですからその庭の持つもう先天的に庭の持つ場所性っていうかですね、人が優しくなれる、人が同じところに立って話をできる、これは民族とか文化を超えてですね、やっぱり庭にいろんな
方が一堂に集まればですね、非常にもうそれだけでですねコミュニケーションが共通、共有できる部分がですねあって、コミュニケーションの場所としては僕は一番素晴らしいと思いますね。まして綺麗な場所ですから。ですからそういう面ではこの場所が55年間ここにあり続けられたっていうのはある意味でこれはポートランドの人から見たら大きな投資ですから、お金かかりますからですね、庭を管理するには。やっぱそれに見合うだけのものがある。これは日本庭園を鑑賞できるできない、知る知らないとかそういうレベルの問題じゃなくてですね、もっと根本的な部分で共有できるものがあると。でそういう場に行けると。やっぱりそれが一番ここまで今日までですね存続した大きな理由だと思いますですね。ありがとうございます。2020年は世界中が新型コロナウイルスで甚大な影響を受けましたが、ポートランド日本庭園ではどのような対策、あるいは何か新たな取り組みなどを取られたのでしょうか。また合わせて今後の目標や展望をお聞かせください。ここ数ヶ月ですね、もう3月以降ですね、皆さん家の中に閉じこもってですね、もうだいぶ今緩和されて外へ出てですね出られるようになったんですけども、やっぱり一番大きいのは面白いですね。いつ庭園開園されるんですかっていうのがですね、非常に皆さんからのですね質問が多くてですね、でやっぱり安全コロナのですね感染が起きないようにっていうことでですね、例えば来園していただく方の全体の数ですね、1日何名っていうのはそういう数ではコントロールしてます。で予約一応まだ今のところ予約制でですね、1箇所にそれから1時間にたくさんの人が固まらないように、そういうふうな対処してます。それから現在は庭の中はですね一方通行でそれは非常に効果があります。でも基本的にやっぱり外でありがたいことにですね、ここが例えば野球場だったらですね大声を出すところなんでしょうけども、庭園ではそれがないんですねですから静かに皆さん歩いてらっしゃるからですね、そういった面での心配っていうのはあまりないんですけども、でもいずれにしてもやっぱり外に出たくない方、出られない方っていうのはたくさんいらっしゃいますから、今我々が気遣っていることはいかにこちらから庭を持って出かけるわけにいきませんからですね、バーチャルでとか何らかの形でですねこちらから働きかけて時間があればおいでいただくというようなことをですね非常に前向きにですねやってるんですけど、それとやっぱり今私たちがこうやってズームミーティングしてるようにですね、やっぱり全てもバーチャルでですねオンラインでですから、これはもう全くのニューフロンティアでですね新しい分野でですね我々もでもやっぱりつながりっていうのはやっぱり続けていかなきゃいけないのでいろいろですね勉強して研究してうまくですね世界中の方とお話ができるように。ただ一つですねありがたいことはバーチャルがゆえに地域とか距離感とか国のっていうそういう大きなハードルがなくなったと。もう日本にいらっしゃろうがアメリカだろうがアフリカだろうがもう全然関係ないですよね、世界中の方が。だからそういう面では僕は非常にね前向きにこれから庭を紹介して庭をシェアするっていうのはですね前向きにできるんではないかなというふうに期待しています。最後に日本の皆さんへ一言メッセージをお願いします。もう日本庭園はねもう1000年以上の歴史を持つ文化なんですけども、僕は自分のですね日本庭園の持論っていうのがありましてですね、実は日本庭園っていうのは縄文とかですね弥生とかそういう時代まで人と自然の関わり方っていうのは遡るんですけども、
日本という非常に比較的穏やかな気候、それから戦争はありましたけどですね、他の大きな大陸の戦争に比べたらですね、比較的平和な時代が長く続いたっていうところがあって、そういうところでこう生まれて、日本庭園という文化が生まれて熟成されて、で実はそこに残るだけのために熟成されたんではなくて、実は僕は世界に羽ばたくために日本で生まれたと。だから日本は里親なんですね、単なる僕から見れば。で実はその世界へ羽ばたいて日本庭園のやるべきことをやるのが日本庭園に与えられた使命っていうようなものがあると思います。ですから日本にいらっしゃる方もですね、もう一回日本庭園っていうのをですね、日本の文化っていうのを考えていただいてですね、いかにその海外にある日本庭園が大きなインパクトを与えているか、心のですね、それを特に若い方ですね、考えていただければありがたいと思うんですね。僕のいつも言う言葉はですね、日本庭園は誰でも心の中にですね持つべきものだっていうふうにいつも話すんですけども、それは日本庭園のその形とか様式っていう意味じゃなくてですね、庭園というそういう人を受け入れるいろんなものをですねこう包容できる、そういう場所をフィジカルに外になければですね、心の中に持っていただきたいと。でそれがたまたまその形容しての日本庭園というふうな呼び方をしてるんですけどもですね、ですからぜひもう一度ですね、日本の長い歴史を持つ文化の日本庭園をですね、ぜひ考え直して見直していただければありがたいと思います。それでは続いて本日の第2部、アメリカ東海岸マサチューセッツ州にあるボストン子ども博物館の日本プログラムマネージャー兼エデュケーター茶山明美さんへのインタビューに移りたいと思います。茶山さんは広島県のご出身で、2000年よりボストン子ども博物館の活動に参画され、現在は反人種差別、反偏見教育を基盤とした文化・アイデンティティを考えるプログラムをご専門としながら、ボストン子ども博物館の今日の町屋展示を担当する学芸員としてご活躍中です。それではまずボストン子ども博物館について、そしてここにある本物の京都の町屋について紹介をお願いします。はい、こんにちは。当館ですけれども、アメリカで2番目に古い、設立が1913年になります。で、場所はボストンの中心地、イノベーション地区というところにありまして、建物は昔倉庫だった赤レンガ造りの6階建てのビルを使用しております。で、そこの1階から3階が、展示場スペースで、その他コレクションの部屋、オフィス、カンファレンス機能部屋、その他の、ミュージアム以外の団体も入っております。で、ビルの目の前には大きな牛乳瓶の形をした建物があって、それが目印です。で、ミュージアムですけど、よく知られているのはハンズオン、体験型、参加型の形を作ったミュージアムのパイオニア的存在ということです。博物館ってガラスケースの中に入っているようなものを見て、説明ラベルを読んで説明を聞いて、そのような形の体験が多いんですけれども、それだと子どもたちの、学びの中では限りがあるということで、それよりもどちらかというと、どういうふうにしたら考える力を作ることができるか、またはその学びに対しての意欲を育てるような環境を作れるか、そういうことに注目をしました。で、特に私どもが研究しているのは遊びということです。遊び、目がキラキラするような夢中になる瞬間ですね。それを長い時しばらく、研究しております。で、そのような形のものでなく、人のためのミュージアムを作る中で、その延長線としてまた京都とボストンの友好関係がずっとあったということで、当館にこのような展示場、京の町屋ができました。で、この京の町屋、1979年に運ばれてきたものなんですけれども、これ本物なんですね。
実際1800年代の終わりにもともと建てられた西人の絹商人、職人のご家族が代々住まわれていたものです。それを解体して持ってきて再構築した、そのような形でこれを展示場にしました。この京都の町屋はいつどのようなきっかけでボストンの地にやってきたのでしょうか。この京の町屋がボストンにある理由は、ボストンと京都市は、姉妹都市で、1979年にその姉妹都市友好20周年の記念の時、京都市からボストン市に送られたものがこの京の町屋です。移築作業は京都の高い技術を持った、宮大工さんたちが担当されました。70年代の終わりの頃ですので、日本食屋がたくさんあるわけでもなく、慣れないボストンの生活で、この大仕事をされる本当に大変なお仕事だったと聞いております。で、その時にたくさん立ち上がってくださったのがボストンの日本人コミュニティの皆さんで、ミュージアムと大工さんの間に入ってかなりのサポートをされたと聞いております。ありがとうございます。この京都の町屋はボストンの地元の人々にとってどんな存在なのでしょうか。まず一歩靴を脱いで入ると、何か京都を感じるような場所を作れるように、日頃目指しております。まず靴を脱いで家に入るっていうこと、靴を脱ぐ習慣を持っている子どもたちにとっては普通に思うかもしれませんが、そうでない子どもたちにとってはもうそこであれと思うと思います。で、それで靴を脱いで中に入って、畳の上に座ってい草の香りを感じたり、または椅子に座る時と違う目線で、家のインテリアの感じを感じたり、ブランケットタオルが合体した子たちを見て何だろうと思うだろうし、そうやって体験していくうちに知らない間に居心地よくなると思うんですよ。そういう五感を使った体験を、応援してます。で、例えばなんですけれども、いくつか例を挙げると、そういう体験をした子は町屋を出て、出口に行くと入ってくる子どもたちに対して自分の体験からその見知らぬ子どもたちに、ここは靴脱がなくちゃいけないんだよ、ここは日本の家なんだよって今度は自分から紹介するようになります。で、また他の例を挙げると、この町は1979年に持ってこられたので、もう、随分41年経っておりますので、その時に子供として来られた方が今は大人になって、親御さんになって自分のお子さんを連れて戻られることが多いんですね。そうなるともう自分の体験を、五感で感じて覚えてらっしゃいますので、ここは私が小さい時に遊びによく来てたお気に入りの場所なんだよと紹介している場面もよく見ます。ありがとうございます。佐山さんはどのようなきっかけでアメリカにいらしてボストン子ども博物館でお仕事されるようになったのでしょうか。また博物館でのエデュケーターとしてのお仕事について教えてください。はい、私はですね、ある時文化というものに興味を持ち深く学んでいきたいと思いました。で、それでいろいろな場所を、巡っている中、最終的にボストンに着いたんですけれども、その住み始めた時、ミュージアムがたまたまボランティアの募集をしていたんですね。で、自分はどうやったらニューボストニアンとして地域の一員となることができるか、社会の入り口を探した時にそういうものを見つけて、その日にもうすでに申し込んで、マネージャーボランティアになりまして、でそこから少しずつ展示乗員などを経験して、今の日本プログラムの担当役目になりました。ですのでこの町屋に、ボストンっていうものを教えてもらった、その入り口になってもらったという感じもあります。
で、エデュケーターの仕事はいろいろありますけど、私の専門は基本的に、エンタイバイアスエデュケーション、アンチバイアスエデュケーションカリキュラムというんですけれども、偏見とか文化の違いなどで起こる偏見、そのようなものを、なくすためのカリキュラムを基礎にして、プログラムを作ってます。ですので、町屋での体験も子どもたちにとって文化的コンペテンシーですね、文化への理解、対応力、それを少しずつ作っていく場所になれば良いと思ってます。ありがとうございます。国際交流基金日米センターでは以前、日米間の文化交流活動を支援する女性プログラムにて、このボストンの京都の町屋のウェブサイトを構築するサポートをさせていただきました。このプロジェクトについて少しご紹介いただけますか？はい、ですね、これはですね、1979年にこの送られてきた町屋ですけれども、先ほど申しましたように、ハンズオンと体験、参加型を目指してましたので、実はハウスミュージアム、歴史博物館的な仕事がしっかりとできてなかったんですね。私がここの担当になって、それに気づいている中で、これはいけない。この町屋に関する資料を収集して、研究して、整理分類して、それを今後の展示場の研修や、紹介に使用できるようにしないといけないと思いました。で、特にボストンに来て30年経っていた頃でしたので、その頃のことを知っている方々から生きたお話を聞ける期間って本当に少ないと思ったんですね。今しかないと思い、その、企画を立て上げる動きを始めました。で、企画を立ち上げる際、ただ研究してではいけない、これをどうやって広げれるようにできるか、それで国際交流基金日米センターの方々にご相談させていただいたところ、応援していただき、で、特にイノベーション的なことを進めてられましたので、オンライン、それからデジタル化を進めるようにとアドバイスをいただきました。で、それでウェブサイトというプラットフォームを作ることにしました。ですので、本当にそのアドバイスをいただいて、こういう形でオープンソースにすることができて感謝しております。で、それは2011年の頃のことです。ありがとうございます。ボストンの京都の町屋のウェブサイトができて、どのような成果や反響が得られましたか？まずはですね、ウェブサイトができて、大切な資料や、研究の結果がまとまったということで、この京の町屋の、文化的な歴史的な価値を高めることができたと思っております。このサイトによって本来持っていた価値をたくさんの人に認めていただくことができました。まずチルドレンズミュージアムにあるということで、どうしてもそれだけの価値があるものなんだろうかという一般的な偏見的な見方もありましたので、それをこの資料ウェブサイトによってそうでないということを見ていただけたと思っています。それによってもっと保存に対しての知識というか意識ですね、意識も高まり、いろいろな部分でそういう形でウェブサイトがこの町屋の価値を高めたと思っています。で、サイトの使用法はいろいろありますが、例えば社会見学で来た先生たちがこちらのウェブサイトを教室に今度は持って帰って、そこで、体験した学びを教室でウェブサイトと一緒に深めたり、大学生、日本語や文化を学んでいる方々が使用したり、大工や建築をされている方々が日本家屋を学ぶときに使用されたりしています。で、当館としてはこちらのウェブサイトはよくスタッフ研修に使用しておりますし、特にファミリーストーリーというページがあるんですね。ウェブサイトに石山清子さん、ご家族の方が、書道家でそれを
書と絵で表現してくださったんですけれども、そのページが私は一番好きなんですけれども、そのページをよくスタッフの研修に使用しております。で、もう一つ付け加えさせていただくと、今のこのコロナウイルスの影響で、社会見学に来れなくなっているような状況の時、このウェブサイトはオンライン学習によく使われております。ありがとうございます。2020年は世界中が新型コロナウイルスで甚大な影響を受けました。ここボストンの京町屋でもコロナでどのような影響があったでしょうか。また、どのような対策、あるいは何か新たな取り組みなどを取られたのでしょうか。合わせて今後の目標や展望もお聞かせください。ですね、アメリカ国内では、ミュージアムのうち、3分の1はコロナウイルスの影響で経営、困難で扉を閉めることになるのではという予測もニュースで聞きますので、ミュージアムは今サバイバル的な感覚で、感覚になっております。特にハンズオン体験を使っているミュージアムでは感染を考えるとかなりリミットがあるんですね。そのような時にどのようにまず、最初のビジョンですね、物のためでなくて、まずは人のため、地域コミュニティのために、あるミュージアムなんだ。そしてそのミュージアムという固定概念に縛られない独創的な考え方を発信できる柔軟性を持っていくことができるのか、それをよく、同僚と話しております。で、その当館の京の町屋としては、今はバーチュアルのプログラムを作成中です。失敗しては直してまたやり直して、そうやって少しずつ使えるプログラムに仕上げている最中です。それと同時に、私はエデュケーターとして今の状況をどのようにドキュメンテーションしていくか、記録していく、それも来館客の皆さん、コミュニティの皆さんと一緒にクリエイティブ、クラフティングをして最終的に記録として残していきたいと思ってます。それがもしかしたらいつの日か今日の町屋のウェブサイトにまたそこで紹介できる日が来るのかなと思っております。ありがとうございます。それでは最後に日本の皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、遠いボストンですが、当館にはこのような日本の京都があります。ボストンへお越しの際にはぜひ立ち寄ってみてください。わざわざボストンへ来て、日本を体験する、京都を体験しなくてもと思われるかもしれませんが、京都でもう少なくなってきたようなこの京の町やボストンで保存されてますし、皆さんが町屋でくつろいでいる時に、もしかしたらボストンの子どもたちが京の町屋のことについて話したりしてくるかもしれません。そういう場所って案外少ないんではないかと思います。ぜひお越しください。で、もう一つなんですけれども、ボストン、先ほど申しましたが、日本のコミュニティの皆さん、いろいろな形で人と人をつなげる、文化と文化をつなげる努力をされています。あと、12月の上旬6日にボストン日本祭りというものをする予定ですので、ミュージアムも少しながら参加させていただく予定です。ぜひデジタルバーチャル祭りですけれども、よかったら参加ください。ありがとうございました。皆様、本日はオンラインセミナーシリーズ今アメリカを考える、アメリカと考えるの第1回をご視聴いただき、どうもありがとうございました。第2回市民セクターから考える日米の絆は12月4日、第3回言葉でつなぐ日本とアメリカは12月18日の実施を予定しておりますので、ぜひご覧いただければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。